皆様こんにちは。いつも動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。本日はですね、コアマグネットキューブと、あとはちょこっとコアマグネットキューブがないキューブでおすすめのキューブを紹介しようと思いますので、よかったらご覧ください。テイク3でございます。というのも SD カードの調子が悪くてですね、2回撮ったんです。賞味2時間強ぐらい。2回撮って2回とも動画が再生できませんと言われたので、しょうがなくね、別の端末で撮っているので、映像がちょっと綺麗になってるかもしれませんね。もう3回目なんでね、結構サクサクいきます。1個ずつ紹介をしていきましょう。1個目が、ウェイロン V9 ですね。まずコーナーカットは、そんなにいいとか悪いとかっていうよりは、まずやらせてくれないっていうのがあるぐらい、しっかりこっちで止まってくれるんで、あまり気にする必要はないと思うんですが、無理やりやろうと思ったら、しっかり切れるところでは切れるよというような感じですね。で、回転の感じとしては、柔軟性が結構あるキューブですね。で、今、次に出す YS3M に比べて、このぐにゃっていう感じはこちらの方が強いです。強いんですけれども、コアマグネットでしたり、あとは接地面のマグネットがやや YS3M というキューブに比べて強めなところがあるので、あんまりその回してる時にぐにゃぐにゃする感じっていうのはないのかなというのがあります。例えば私なんかはこの JA パームを回す時にL 列をシングルで支えながら回すんですけれども、その時にここの下段2つがですね、薬指のところでウニウニするんですよね。で、それが、例えばガンキューブとかみたいな結構柔軟性の高いキューブだとかなり気になってしまって不安定な感じになるんですが、これはこう柔らかい感じではあるんだけれども、マグネットがしっかり効いてるので、そんなにこうぐにゃぐにゃぐらぐらするっていうこともないので、回しやすいキューブだなっていうところはありますが、やはりちょっとね、このアシストが強すぎて感触が独特なんですよね。別にここで止まるだけだからこうブルンブルンしてても何も変わらないじゃないって思うんですけれども、やっぱ指ってすごく繊細なので、ちょっとこの癖が強すぎるやつだとこう自分のリズムで回せないみたいなところがあって、回しにくいキューブだなっていうところがあるんですよね。キューブの性能でっていう意味ではなくって、少しその癖があって回しにくい、手に合わないっていうところであるだけで、非常にこのキューブ自体は回しやすいキューブなので、いいキューブだと思います。ただ、価格を考えるとですね、同価格帯、それより安い価格帯でいいキューブっていうのがいっぱいあるので、わざわざこれを買う必要があるのかなって言われると、ちょっと疑問符がついてしまうキューブではありますね。YS3M ですね。YS3M は、コーナーカットなんかも同じように別に、特に問題があるっていうことはないですね。どちらかというと私はこっちのコーナーカットよりリバースの方を結構重視するんですけど、リバースも切れるところはしっかり切れていくので、問題ないと思います。で、回転自体がね、軽い。回転が軽いっていうのは軽いんですけど、摩擦はね、しっかりめにある感じなんですね。なんですけど、この初動がね、めちゃめちゃ軽い。今から紹介するキューブの中で最も初動が軽いキューブなんですよね。コアマグネットの重さもないし、かつ、ここのマグネットはね、やっぱ弱かったです。前、グーホンプロでレビューをしていた時にあんまり変わんないかなっていう話をしてたんですが、全然違います。ここのね、接地面のマグネットはこれすごく軽いですね。弱いマグネットなので、初動が軽くて、回しやすいと。で、癖もないし、柔軟性も程よくあって、回しやすいという感じなので、どんな方にもね、受け入れてもらうことができるような、真面目なキューブ。もう、モーユーさんっぽいキューブですね。120点とか、変な話、めちゃめちゃ尖った方向にはいかないんだけれども、85点ぐらいはみんなが与えてくれるようなキューブだよねっていう感じですごくいいキューブなんですね。で、私の好みの話なんですが、RS3 みたいにここの接地面の摩擦がちょっとあるので、指の弾く力が弱い私みたいな人とかだと、たまに回りきってない時にこうガシャってなっちゃうことがあるっていうのがあるので、指の速い人向けみたいなところがありますね。RS3M の初代とかを大絶賛してる人たちって大体サブテンしてるんですよね。で、多分 YS3M が好きな人っていうのも、おそらくタイムが速い人とかは結構これ好きなんじゃないかなって思います。非常にいいキューブだと思います。トルネード V3 でございますね。これはね、もうカットもいいし、回転もいいし、もう何も文句のつけようがない
ガンの11系統の止まるだけだよっていうコアマグネットでは、私はもう完成されたキューブだと思っているんですね。で、もうこれはね、お分かりの通り、耐久性を除けば最強みたいなところですね。やっぱりね、例えばフラッグシップモデルで言うと4700円ぐらいで、トリボさんでは売ってて、パイオニアだと、ざっくり6000円ぐらいなんですが、ちょっとね、それが壊れるってなるのは、少しね、ダメージでかいですよね。ルービックキューブってそんなにみんながみんなぶっ壊すってわけではないんですけれども、やっぱ激しめにガーッと回すので、それなりの耐久性っていうのはやっぱ必要になってくると思うんですね。なんですが、私が持ってるこのモデル、旧コアとかだと、やっぱり細いプラスドライバーのネジなんかで、この激しい回転を支えてくれてるので、コアにひびが入ってしまうというようなことで壊れちゃったりとか、あとは新型のこれと同じような感じのボールコアになってるんですけど、新型のやつもボールの根元部分からコアが折れちゃうとかっていうこととか、あとはここですね、コーナー側の磁石が、ちょっと軽く押しちゃったりすると、これが割れちゃうというようなこととか、耐久性っていうところが非常にネックになってくるキューブで、そこに目は潰れないんだけれども、素晴らしいキューブっていうところがあるので、もうこれはね、本当にもうその耐久性さえなんとかなってれば、っていう感じのすごく惜しいキューブですね。それ以外で気になるところが、このキューブピボットするとですね、この磁石がずれるんですよね。で、やっぱピボットじゃあしなければいいじゃんって話なんですけど、割とピボットしやすい感じがあるので、少しね、その辺のところも含めて、120点を与えられるかっていうとノーです。ノーなんですけど、どのキューブがいいって言われたら、壊れるよということは必ず説明した上で、これっていうふうに進めることができるぐらい、その壊れるっていうところに目をつぶってるわけではないんだけれども、すごくいいキューブだよというふうにおすすめができるキューブでございます。お次に、ガンの11ですね。これはちょっと古いんですが、やっぱりちょっと入れておきたいなと思って入れました。で、これは買った当時はね、ちょっと、癖強いなみたいな感じで思ってて、10ユンでいいじゃんとか、GTS2M または XS でいいじゃんみたいな感じに思ってたんですが、ご覧の通りいろんなキューブがどんどん出てきてですね。で、改めてこのキューブを触ってみると、癖が全然なくてものすごく扱いやすいなっていう印象に変わったんですよね。で、それはもう今もそうで、回しやすいキューブなんですよね。コアマグネットの、例えばウェイノン V9 とかみたいな、かなり強烈な癖があるわけでもなく、かといって、コアマグネットなしキューブみたいなぐしゃっとするっていうこともないので、非常にね、バランスのいいキューブだなっていうのがあって、結構好きです。で、私はこれ、グーホンのステッカータイプがすごくいいなと思った後に買ったキューブだったので、ステッカータイプしか持ってないんですけど、ステッカータイプのね、このしっとりした感じっていうのがまたたまらなくてですね、これ非常に好きなキューブなんですよね。で、コーナーカットとかももう全然いいですし、でもどうだろうね、ガンキューブってコアマグネット入ってからコーナーのこっち側の方のコーナーカットってあんまり切れなくなってるような気がするんですけど、リバースコーナーカットはね、オンザラインのところとかこんな風にして切れるので、性能面なんかが問題があるわけがないっていう感じですね。非常にいいキューブだと思います。積極的に進めるかっていうと、タイプは違うんですが、これの上位互換と言えるようなモデルが、次紹介するガンの12として出てしまってるので、どのような方にお勧めするかっていうのはちょっと難しいところがあるんですけれども、価格がそこまで高額ではなくって、いいキューブが欲しいコアマグネットのという方には、未だに私はガンの11はお勧めできるキューブだと思っております。マグレブコアマグネットキューブの中で代表で出てきてくれたガンの12ですね。私はガンの13までしか持ってないんですが、13、14はね、ええやろということで12ちゃんに出てきてもらったんですけれども、このキューブはね、先ほどはコーナーで止まるだけの完成形といったらトルネードっていう話をしたんですが、この子はマグレブと、この辺の磁気浮上といいますか、スッと吸い付いてくれるような感じのキューブ。現代のキューブですね。現代のキューブの中ではもう完成してしまったキューブですね。携帯電話とかで言うと13 Pro
の位置に値するようなキューブだと思うんですよね。もうこれ以上何もやることないよと、いうような、もう文句のつけようがないキューブなので、ただ、文句のつけようがないっていうのはちょっと嘘で、耐久性はね、やっぱちょっと問題があるところはありますね。というのは、例えば当時、一番最初の方に言われてたのは、ここの足の磁石が長すぎるから折れるということだったり、あとは、この人によっては、ここのね、なんか面のところが割れちゃってとか、あとはなんか回し心地が大きく買った時と変わってしまうと。半年とか1年とか回してると。なので、そういう意味では、買い替える必要があるっていうとちょっと大げさなんですけど、耐久性にちょっと難ありというようなところがあったりするので、価格を考えるとあまりがの12買いなっていうふうには言えないキューブなんですが、1個は持っときたいなっていうキューブではありますね。非常に回しやすいキューブなのでいいと思います。柔軟性が欲しいっていう方は、このキューブすごくいいと思うんですよね。私は、次に出てくる、グーホンプロではないですが、あまり間違えちゃった。グラグラするっていうのが回しにくいと感じる人なので、できたら、もうちょっとカチッとしててほしいっていうところがあるので、未だにね、すごく回しやすいじゃんって思ってはきたんですけど、未だに苦手なキューブなんですよね。ガンキューブ全般。ガンの中で一番苦手なのが 354V1 なんですけど、あれのね、ぐにゃぐにゃ感がやばいんですよね。なので、あれはちょっととても私のレベルでは上手に回せなくて、やっぱガンキューブって上級者向けだなっていうふうに思うんですが、そんな中でも、コアマグネット出た当初はかなり癖があるっていう位置づけだったんですけど、割と調節していくとですね、一緒とは言わないけど、私これかなりきつめに調節してるので、あんまりブルンブルンする感じっていうのはないんですよね。どっちかっていうとこっちみたいな感じの調節にしちゃってるんですが、ブルブルする感じにもできるし、ちょっと11寄りにもできるっていう意味で、やっぱりこれとこれだったらちょっと出してこっち買っておけばいいんじゃないっていうのがあるので、こっちを買う理由っていうのはちょっと難しいところであるんだけれども、そうね、やっぱり上位互換みたいなのが出ちゃってるんで、これはいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。こっち買っとけばいいかなと。最後にグーホンプロですね。この子はね、レビューの時に曲線的だみたいな表現をしてしまって、しまったななんて思ったんですけれども、一番最初ね、やっぱ開封当初は結構皆さんそういう風に思う方が多いっぽくて、スクエア1がすごく上手なね、海外のキューバーがいて、その方が V5 とグーホンのレビューをしてくださってるんですけど、柔らかさを感じるというような、私が持った第一印象と同じようなことをおっしゃってたんですね。で、その方はトルネード V3 を彷彿させるような回し心地だというふうにおっしゃってたんですが、やっぱりね、一番最初は結構あれ柔らかめかなみたいに思うんですけど、触ってるとね、結構やっぱまっすぐですね。で、コアマグネットが強いっていうと何て言うんですか、ここのなんか初動が重たいとか、バチーンって引っ張ってくれるみたいな、そういう風に思われちゃうかもしれないんですけど、そういう感じではないんですけど、見ての通りこうやってぐしゃってやっても、もう絶対立方体に戻るんだからね、みたいな、すごい強さを感じるんですよね。そういうことも含めた上で、割と直線的なキューブだなっていうのがあります。で、コーナーカットとかが、やっぱり切れるところはスルッと切れていってくれるので、あんまりわがままさっていうのはないんですが、キューブとしては結構まっすぐっていう感じのキューブなので、やっぱ好みは分かれちゃうかなっていうところはあります。なんかみんながグーホンプロを大絶賛してるんだけど、自分にはいまいち合わないんだよなっていう方は、私はいると思うんですよね。だけど、やっぱりそうですね、あまりぐにゃぐにゃしないっていうところとかも含めて、回し損ねて、タイムが1秒2秒プラスされちゃうっていうのが結構多いじゃないですか。でもこれは本当にこことかでしっかり止まってくれて回転も軽いっていうのがあるので、回し損ねてガシャってなって 0.5 秒遅くなるっていうのがかなり減りますね。なのでこのキューブを使って自己ベスト更新できたっていう方が結構多いんじゃないかなっていうふうに思うキューブなんですよね。早い人なんかはね 0.5 秒とかを更新するのめちゃめちゃ大変なんで、これ使ったからってすぐ更新できるかっていうと微妙なんですけど、例えば60秒とか30秒とか、私みたいに15秒ぐらいの人とかであれば、全然引っかかんないじゃんみたいな。サイズが選べるっていうのが最大のいい点ですよね。引っかかりにくい自分の手に合ったサイズで選べるっていうのがありますので、そこも含めた上で、いやすごいタイム出るねみたいな感じのキューブなんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとはやっぱ一番の武器といいますか値段ですね。
値段がとにかく安いと。この値段でね、この性能のキューブを出しちゃうと、他がね、ちょっとおすすめしにくいレベルで素晴らしいキューブになってしまってるので、まあいいことなんです。すごくいいことなんですけれども、いろんな方におすすめができるキューブだなと思います。まとめです。おすすめの順としては、値段を含めて考えた場合だと、私はちょっとこういう順番にしてみました。別にその性能とかって意味ではないです。価格とか耐久性があるかとか、そういうことで、無理やり順番をつけてみたみたいな感じなので、参考程度になんですけれども、やっぱりね、この子がめちゃめちゃ強いですね。2500円ぐらいで買えて、この性能っていうのは素晴らしい。でも1点だけ、ちょっと残念かなと、私は残念だとは思ってないんですが、ちょっと足りないかなっていうところは、セッティングの幅が狭すぎるってことですね。5段階しかできないよと。ただ、1から5までのバネの設定、マグレブの設定で、だいぶ違うんですよ。好みの設定っていうのを見つけることは、5段階で十分なので、5段階しか設定がないから、全然ダメかとか、そういうわけではないので、安心して買っていいんじゃないかなって思うようなキューブでございます。その次がですね、やっぱガンの12かなっていうところはありますね。値段は非常に高いんだけれども、設定の幅も広いですし、やっぱり安定して回しやすいっていうところがあるんじゃないんでしょうかね。これは奮発して買う価値はあると私は考えております。で、その次に、YS3M とトルネードなんですけど、正直ね、トルネード本当はここなんですよ。ここなの。本当はここなんだけど、値段もね、4700円、5000円ぐらいっていうので、そこそこしますし、あとはやっぱ耐久性って意味で並べてはいるけど、個人的にはちょっとというのはこれ UV と価格一緒なんですよね。一緒なので、耐久性って意味でちょっとこっちに行っちゃうかなっていうところであって、で、これはね、もういろんな方に受けるキューブで、1個だけ言うのであれば、ちょっと値段が張るかなと、4800円。なので、これとこれね、正直同じでもよかったんですよ。これとこれ。同じでもよかったんですけど、ただここの差は値段です。マグネットとかの強さは全然違います。回し心地も全然違くて、こちらの方が安定して回るイメージ。で、こっちの方が結構回転が軽くて、マグネットに一生懸命止まってくれる感じのイメージなので、回し心地は全然違うんですけれども、ほぼほぼ、もうおすすめとしては両方ともおすすめできるっていう感じのキューブなので、並べてもよかったんですが、ここの差は単純に値段です。で、ちょっとね、こう見ると良くなさそうに見えるんですけど、全然そんなことなくて、これを今更買うのであればっていうところがあるので、ここにいるっていうだけであって、これとこれどっちが好きって言われて、いいのはわかるんだけど、こっちの方が回しやすいって方も絶対いるぐらい、これすごくいいキューブなんですよ。ただ12とかが出てる中で、今更11を買うかっていうとっていう感じでここにいるっていうだけで、非常に私はおすすめしたいキューブの一つなんですよね。特にステッカー。めっちゃいいっすよ、ステッカー。で、ちょっとこの辺にかわいそうなポジションにいるように見えるんですけど、この子はね、完全に別枠。別にここに入れてもいいみたいな。別にどこでもいいみたいな感じの、すごく癖がある、マグネットなしキューブで言うと、テンギュンみたいなポジションにいるキューブですね。ただね、値段も含めて考えると、これ単発の評価の時にも言ったんですけど、どういう方にお勧めできるかなっていうのは非常に難しいんですよね。マグネット強いのがいいんだったら、これとか、こういう調節できるやつを選べばいいし、回転軽いのでいいんだったら、これとか、これとか、これとかでいいし、でそうですね。仮にこれネジ締めて潤滑剤つけたとして、ちょっとブレーキかけたいとかだったら、もともとブレーキがかかってるこれとか。軽いっちゃ軽いんですけど、割としっかりめに安定して回ってくれるのこの2つなんで、この辺を選べばいいんで、どういう方にお勧めすればいいのかなっていうのがちょっと難しいポジションにいるキューブなので、この辺にいるんですけど、これも非常にいいキューブなので、気になった方は買ってみるといいということと、持っておくと面白いかもしれないっていうキューブではありますね。ざっくりそんな感じ。で、あとはね、マグネットの強い弱いっていうところで分けてみると、こうなりますかね。こんな感じ。これが一番弱いかな。こんな感じ。これが一番マグネットが弱くて、弱いって言うとあれなんだけど、コアマグネットがしっかり入ってるんでちゃんと止まるんですけど、接地面のマグネットはめちゃめちゃ弱いので、初動がかなり軽めな感じの回し心地ですね。で、これはもうね、弱い強いっていうかもう調節できちゃうんで、あれなんですが。で、これはコアマグネットがややちょっと強めというか、初動がちょっと重いんですよね。なので、ちょっとこっち寄りに置いてるんですけど、この2つはね、マグネットが強いって
っていうと GTS3M がグーホン V4 みたいな強さをイメージされちゃうかもしれないんですけど、そういう強さではないんですが、かなりこういう引き付けとかも強かったりして、かつこれはね、接地面のマグネットちょっと強めなのかな。強ではないんだけど、中よりは強よりのところにいる感じですね。で、この子もそうですね。コアマグネットが強いか、接地面のマグネットが強いかみたいな感じの違いがあるっていう感じですね。そんな感じです。もうね、以前の動画でもお話ししてる通りなんですが、どのキューブも全部いいので、あとは価格と相談して選んでいくっていうのがいいんじゃないかなと思われます。コアマグネットなしキューブなんですけど、例えば最近のやつで言うと、スーパーとか V2 とか V5 とかのコアマグネットなしとか、この子たちのコアマグネットなしっていうのを持ってないので、ちょっと私は評価ができないんですけれども、あの辺もね、結構いい値段がするので、同じぐらいの3000円の値段を出すのであれば、現在購入可能であるコアマグなしキューブっていうのであれば、テンユンが一番いいと思うんですね。かなり癖のあるキューブなので、あれ1個持っておけば、楽しめるんじゃないかなというところがありまして、私も実はそういうタイプなんですけど、コアマグネット全盛期の時代でも、コアマグネットないキューブいいじゃんっていうのがあるので、こういう中で言うと、テンユン1個だけだとちょっと寂しいかなっていうのがあるので、やっぱ XS あたりをおすすめはしておくんですが、回し慣れてしまうと、そんなにこの引っ張ってくれるっていうことが、そこまで嫌ではなくなるというか、慣れてくるんですよね。で、それでパッとコアマグネットなしキューブに持ち帰ると、割とちょっとぐにゃぐにゃするというか、ちょっと安定して回せないねっていうところが出てきたりするので、こういう意味では、あまりコアマグネットなしキューブを漁る必要はないのかなとは思うんですが、個人的におすすめするキューブとしては、テンユン。あとはダークホースとしてエボですね。私、エボの V1 持ってて、V2 がね、今めっちゃどうしようかなって思ってるんですが、エボがね、めちゃめちゃ回しやすいんですよ。なので、ちょっとダークホースとしてはエボ。今 V1 は売ってないんで、V2。で、しかも V2 もコアマグネットあるやつとないやつっていうのが出てるんですけど、ほとんどわかんないっていうレビューなんですよね。ちょっとコアマグネットありの方が安定する気がするっていう評価をしている方が多いので、どっち買ってもいいと思うんですけど、コアマグネットなしキューブであれば、テンユンかエボ V2 がいいんじゃないかなと思います。はい。いかがだったでしょうか。こんな感じでね、テイク3になったんですけれども、言いたいことはちゃんと言えたのかなと思います。で、ここにもある通りなんですけれども、今ね、世界ではちょっと大変なことが起きてしまってるので、我々ピラミッドの最下層のね、一般市民、国民が何を言ったってしょうがないんですけれども、話し合いでね、解決しないっていうことも、たくさんあるのはわかるんですけれども、一つだけね、私がこういうふうにできたら世の中を見た方がいいよっていうお話をするとですね、どっちが正義、どっちが悪っていうのは、国際情勢って決められないんですよ。そんな単純な話ではないので、メディアを鵜呑みにしてしまって、どっちが正義だ、どっちが悪だ、みたいな、そういう考え方は、あまりしない方がいいんじゃないかなというふうに思うんですね。これがすごいわかりやすい例で言うと、例えば、原爆が落ちた後の70年間で、アメリカっていっぱい戦争をしてるんですよね。イラク戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、コソボ紛争だ。いろんな紛争とかにどんどん後方支援をしてたり、もちろんアメリカっていうのがメインで戦ってるっていうのはいっぱいあったんですが、じゃあメディアとかで言う中国とかロシアって悪者だよねっていうふうに思ってる方多いと思うんですけど、中国とロシアって原爆落ちた後どこと戦争しましたってことなんですよ。で、話し合いで解決しましょうっていう国と、言うこと聞かなかったらぶん殴るよっていう国だと、私は話し合いで解決しましょうっていう、今で言うと悪者だよねって言われてる人たちの方が正しいんじゃないかなっていうふうに思ってる人なんですよ。なので、メディアをやっぱり鵜呑みにしてしまうと、先制攻撃をされたから報復をしていいよね。報復で侵略していいよね。パレスチナ人を、みたいな。っていうのは、ちょっと待ってという感じに思いますし、今、世界情勢では、イスラエルがちょっとやばいんじゃないかと、イスラエル良くないよっていうような空気になってるんですよね。ハマスを別に正当化してるわけではなくって、イスラエルそれ侵略行為だからダメだよというような空気になってるんですけど、それもある意味鵜呑みにするのは危険で、やっぱりね、
ハマスっていうその過激派と言われているような組織っていうのもいろいろ背景があるんですよ。いろんな背景があって、そういうことになってしまったっていうのがあるんですが、中立の私からすると、どっちも悪いって言い方はあれなんですけど、どちらにも、非があるというか、いうふうに私は見てるので、やっぱりね、国際情勢もそうなんですけど、いろいろなね、情報っていうのは、両方の話をしっかり聞いてから考えるっていうことが大事ですので、ぜひね、もう頭がこんがらがってしまいそうになるとは思いますが、一生懸命調べて自分の頭で考えると、いうふうにして判断していくっていうことが、この情報で溢れている世の中には、それが非常に大事であると、私は考える次第でございます。本日も最後までご視聴くださり、誠にありがとうございました。テイク3だぜ。まったね。